皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。高齢化社会の課題。高齢化社会は、日本をはじめとする多くの国で大きな課題となっている。特に日本では、平均寿命の伸びと出生率の低下により、高齢者の割合が急速に増加している。このような社会の変化は、経済、医療、福祉、労働市場など様々な分野に影響を与えており、国全体で対応策を考える必要がある。高齢化社会がもたらす問題には、年金制度の維持、医療費の増加、介護の人手不足、若者の負担増加などがある。これらの問題を解決するためには、社会全体での協力と新しい制度の導入が不可欠である。経済面では、高齢化が労働力の減少を引き起こし、経済成長に影響を与える可能性がある。多くの高齢者が退職すると、働く人の数が減り、税収が減少する。その結果、政府の財政が悪化し、社会保障の負担が重くなる。さらに、高齢者の消費傾向は若者と異なり、新しい技術や商品に対する需要が低いため、企業の成長にも影響を及ぼす。これに対応するために、多くの企業が高齢者向けの商品やサービスを開発し、シニア市場の拡大を目指している。例えば、高齢者でも使いやすいスマートフォンや健康をサポートする食品、介護しやすい住宅設備などの開発が進められている。また、高齢者が長く働ける環境を整えることも重要である。例えば、定年を延長したり、柔軟な働き方を導入したりすることで、経験豊富な高齢者が社会で活躍し続けることができる。特に、リモートワークの導入や短時間労働の推進は、高齢者が無理なく働き続けるための有効な手段となる。さらに、高齢者が新しいスキルを学べる職業訓練プログラムを充実させることで、再就職の機会を増やすことも重要である。医療の面では、高齢者が増えることで医療費が増大し、医療制度の維持が難しくなる。特に慢性疾患を持つ高齢者が増加すると、病院や介護施設の負担が増え、医療スタッフの不足も深刻な問題となる。これに対応するために、予防医療の推進が求められている。健康診断の受診率を上げることや、生活習慣病を防ぐための健康指導を行うことで、病気になる人を減らし、医療費の負担を軽減することができる。また、医療技術の発展により、在宅医療や遠隔診療が普及しつつあり、高齢者が病院に通わなくても適切な治療を受けられるようになっている。さらに、地域医療の充実も重要である。地域ごとに医療機関や介護施設を整備し、訪問看護やリハビリサービスを提供することで、
高齢者が安心して生活できる環境を作ることが求められている。また、医療スタッフの育成にも力を入れる必要がある。医療や介護の分野で働く人材を増やすために、教育制度を改善し、働きやすい環境を整えることが重要である。介護の面では、高齢者の数が増える一方で、介護をする人手が不足している。介護職は肉体的にも精神的にも負担が大きいため、働く人が少ないことが問題となっている。また、家族が高齢者を介護する場合、仕事と介護の両立が難しくなり、経済的な負担も増える。この問題を解決するためには、介護サービスの充実や介護ロボットの導入が有効である。介護ロボットを利用することで、介護の負担を軽減し、人手不足を補うことができる。また、政府が介護職の給与を上げたり、働きやすい環境を整えたりすることで、介護業界に働く人を増やすことが求められている。さらに、地域社会全体で介護を支える仕組みを作ることも重要である。例えば、高齢者同士が助け合うシルバーボランティアの推進や、地域の住民が協力して介護を支援する地域包括ケアシステムの強化が求められている。また、家族が介護をしやすいように、企業が介護休暇制度を充実させることや、在宅勤務を認めることも有効な対策となる。このように、高齢化社会の課題を解決するためには、政府、企業、地域社会が協力し、多方面からの対策を進めていくことが必要である。社会全体の負担についても、高齢化により年金や福祉の支出が増加し、若い世代の負担が重くなることが問題視されている。現在の年金制度では、現役世代が高齢者を支える仕組みになっているため、少子化が進むと、将来的に年金制度の維持が難しくなる可能性がある。特に、出生率の低下によって若い労働者の数が減ると、年金を支払う人が少なくなり、財政が厳しくなる。さらに、高齢者の医療費や介護費用も増え続けており、これらの費用をどのように負担するかが大きな課題となっている。若者の税負担が重くなると、生活の質が下がるだけでなく、将来の希望を持ちにくくなり、結婚や子育てを避ける人が増える可能性もある。この悪循環を防ぐために、政府は年金制度の見直しを進めており、年金の支給開始年齢を引き上げたり、個人で老後資金を準備する仕組みを強化したりしている。例えば、個人が貯金しやすいように、税制優遇のある年金積立制度を導入するなどの対策が考えられている。また、外国人労働者を受け入れることで、労働力不足を補い、経済の活性化を図る動きもある。日本語教育を充実させ、外国人が日本社会に適応しやすい環境を整えることが重要になっている。
加えて、テクノロジーの発展により、AI やロボットを活用して一部の労働を自動化することも、高齢化社会の課題を解決する一つの方法として注目されている。一方で、高齢者自身も社会に貢献できる方法を模索することが重要である。最近では、多くの高齢者がボランティア活動に参加したり、地域社会の支援活動に積極的に関わったりしている。例えば、公園の清掃活動や学校での読み聞かせ活動、福祉施設での話し相手など、様々な形で地域の人々と交流している。高齢者が社会と関わることで生きがいを感じることができ、健康維持にもつながる。特に友人や仲間とのコミュニケーションを大切にすることで孤独を防ぐことができる。また、シニア向けの教育プログラムを提供することで、高齢者が新しい知識を学び、社会参加を続けることができるような取り組みも進められている。さらに、企業の中には、経験豊富な高齢者を再雇用し、若い世代に知識や技術を伝える機会を提供するところも増えている。このように、高齢者が活躍できる場を増やすことで、高齢化社会の問題を少しでも改善することができる。このように、高齢化社会は様々な課題を抱えているが、政府、企業、社会全体が協力し、適切な対策を講じることで、より良い未来を築くことができる。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、医療や介護の充実、年金制度の見直し、労働環境の改善など、多方面での取り組みが必要である。また、若者と高齢者が互いに支え合いながら共に生きる社会を目指し、世代を超えた交流を促進することも大切である。今後も高齢化が進む中で、持続可能な社会を構築するための努力を続けることが求められている。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。